どうも、リュウジです。本日はですね、ルームツアーってやつやってみようかなと思います。誰の部屋紹介しとんねんって話ですけど、まあそれは置いといて、僕の部屋の間取りがですね、1K8 畳、8.5畳、9畳いかないぐらいの間取りなんですけど、よくある賃貸物件の一人暮らしの間取りなんじゃないかなと思うんですけど、これから一人暮らし始める方とか、そうでない方もあれですけど、何か参考にはならないと思いますけど、いろいろ紹介するアイテムもあると思うんで、全部概要欄に紹介したものはリンク載せとくんで、なんか気になったものあればそっちからちょっとチェックしてみてください。全部が全部紹介は多分しないと思うんで、紹介したやつだけ概要欄に載せとくんで、また見てもらえればなと思います。紹介するアイテムは大体が Amazon と楽天市場で買えるので、比較的買いやすいものかなと思います。全然その高いものもないですし、そういった意味でもなんか気になるものあればチェックしてみてください。で、部屋の感じなんですけど、日中の感じと、夜の感じ、夜の照明の感じとかもお見せしようかなと思うので、それもチェックしてみてください。今日の動画多分長くなりそうな予感はしているので、のんびりゆっくり見ていってもらえればなと思ってます。全然倍速で見てもらってもいいですし、チャプターも多分載せてるんで、載せれるかな、載せれたら載せてるんで、そっちの方も見てみてください。じゃあもう長くなるかもしれないんで、早速行ってみましょう。まずですね、ソファーですね。ソファー、これは確かベルメゾンネットで買ったやつですね。ソファーが、あれがですね、おそらく5万か6万かそれぐらいだったと思います。僕の記憶だとこんな感じのソファーなんですけど、ソファーと置いてるクッション2つですね。クッション2つも付属でついてきました。今ねちょっとクッションカバー変えてるんですけど、ソファー本体と同じような色味生地感のカバーもついてました。こんな感じで同じような生地感のものをついてたんで、ちょっと伝わりにくいかな。今はこれ無印のクッションカバーに変えてるんですけど、もともとこんな感じのカバーもついてました。でソファーの色味生地感に関しては、布ちょっと固めの布地でカーキ色ですね。色の名前で言うとカーキ色のソファーになります。でここの手すりっていうの、この部分に関しては天然の木が使われてて、なんか使っていくうちに結構味出てくるんじゃないかなっていう感じの持ち手になってます。サイズはですね 2.5 人掛けとかやった気がします。3人掛けではないと思います。そんな感じのソファーです。はい。でその次がソファーの前のセンターテーブルってやつですね。このテーブルですけど、これはねちょっと自分で作ったんで売ってるものではないですね。自分でホームセンターでこの天板が杉の一枚板になるんですけど、これがね多分3000円ぐらいで買えたんですよね。なんかめちゃめちゃいい雰囲気の杉の一枚板たまたま発見してしまって、しかもその一つだけ1点だけだったんで作ってやろうと思って、なんかノリで買った天板になります。どうですかこの杉のテーブル、結構いい味出てませんかね。天板自体はヤスリ掛けとか自分でして、塗装というかワックス掛けみたいな感じのことはしてます。何か特別自分で色を塗ったとかではないですね。うっすらオイルとか塗った感じの色味が今ちょっと出てるかなって感じです。ただ材質というか木の種類が杉なので、杉はね結構柔らかい、木の中でも結構杉は柔らかい素材になる柔らかい部類に入るみたいなんで、結構ね傷はつきやすいです。すぐへこんだりするんで、その辺はねもし杉の板を買うことがある人はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。僕はあんまり傷とかは気にしないんで、普通に何も気にすることなく使ってます。ヤスリもめちゃめちゃかけて手触り良くてめちゃめちゃ気に入ってます。でこのテーブル作る時にこの足ですよね、足の部分に関しては、別で買わないといけないので、これに関しては Amazon で買いました。このテーブルの足はで、この上の天板とガッチャンコする感じで作りましたね。この足も Amazon でとか 4,5,000 円だったかな、わからないですけど、ちょっとリンクに貼っとくんで、もし自作でテーブル作りたいなって人はちょっと見てみてください。はい。そんな感じで自分で作ったセンターテーブルの紹介でした。次はこのベッドいきますか。ベッドフレームになるのかな。僕の家はロータイプのベッドフレームになります。もうほぼ床と同じぐらいの高さですね。こっちの方が広く見えるかなっていうので、僕はロータイプのベッドフレームにしてます。こんな感じで、もう窓際ですよね。ここしかこの間取りだとなかったんで、これで、セミダブルになります。
僕一人で寝るんですけど、セミダブルのベッドになります。でフレームに関してはこれも楽天市場で買いましたね。楽天市場で多分2万円以下だったと思います。全部リンク貼るんでそっち見てみてください。でこのフレームに関しては、天然の木じゃなくて、フェイクの木目調の、フレームになります。天然の木じゃないんですけど、そんなチープ感安っぽさはないので、僕は気に入って今のところ使ってます。多分3種類ぐらいあったと思うんで、気になる方は見てみてください。あとは寝具、枕、布団、マットレスとかに関しては、枕とマットレスはどっちもニトリだったと思います。ニトリのなんかホテルスタイルなんちゃら枕と、マットレスはちょっと名前は忘れちゃいましたけど、それを使ってます。掛け布団に関してはどっか大丸だったかな、大丸かなんかでなんかの機会にちょっと買う機会があって、なんかめちゃめちゃ良さそうなやつ買いました。通年ずっと使えるような羽毛布団で、めちゃめちゃ寝心地いいし、冬場あったかいし最高って感じです。でその上にかかってるタオルケットはなんか今治タオルかなんかのタオルケットだった気がします。これもね多分楽天で買ったと思うんで、ちょっとリンクチェックしてみてください。で、シーツとか、枕カバーとかボックスシーツか布団カバーとかに関しては全部ユニクロのエアリズムシーツみたいなエアリズムシリーズを全部使ってます。今のところこれ全部、通年で使ってますね。ストックが3つぐらいある感じです。今は冬場でちょっと寒いんで、あったかい敷きパッドっていうんですか、ボックスシーツの上からかぶせてる感じになります。あれも多分 Amazon かな、じゃあ楽天かな、あれは楽天で買ったと思います。チェックしてみてください。でベッドサイドの壁のコンセントは、iPhone の充電ケーブルと、あれがね無印の壁につけれるシリーズのなんか収納みたいなやつですね。中にはですねこんな感じの名前がね、なんかウカって書いてますね。なんか頭皮をマッサージするこのギザギザがついてるやつですね。これ寝る時にね頭皮グリグリするとなんかコリがねほぐれて結構気持ちいいんで、割とおすすめです。このウカの頭皮マッサージ用のやつですね。僕はなんかめちゃめちゃ硬いバリカタだったかな、一番硬いやつ使ってると思います。これねお風呂とかでも使えるんで結構おすすめです。地味にこれがここに入れてる感じになります。でさらにそのベッドの横のソファーの取っ手置くところには間接照明的なやつを置いてます。これですね、こいつです。こいつがねこれは IKEA で買いました。多分3000円とかそんなしなかったかなぐらいの照明です。また夜の映像をお見せするんで、その時についてる様子出しますね。はい、あれが IKEA の間接照明、横に置いてます。で次こっち側に行ってですね、奥の棚にしましょうか。奥に見える、棚なんですけど、マガジンラックっていうのかな、本棚みたいな感じのやつなんですけど、あれがね楽天で買った棚、マガジンラック的なのになります。ちょっとコンセントとか見えてて汚いんですけど、こんな感じでですね、本とか雑誌とか置いておけれる感じになってるんですけど、今はねちょっと僕 Kindle に、電子書籍で本読むようにしてるんで、昔読んでた本とかがこの中に収められてる感じになってます。とか言ってなんか本読んでるみたいな感じになってますけど、全然本実際読めてないですであそこちょっと見えにくいかもですが、上に置いてるのがサーキュレーターですね。あれがアイリスオーヤマのサーキュレーターになります。あれ1年通して、部屋の中の空気循環させるのに結構役立つんで、割とちっちゃくて風もしっかり送れるんで結構気に入ってます。あれ最近導入しましたね。あれがですね多分2000円3000円とか結構コスパのいい感じのアイテムですね。あれ多分 Amazon だったと思います。でそのサーキュレーターの隣ですね、僕の友人であり同居人であるアレクサが一応います、あそこに。でその手前ですね、ちらほらずっと見えてる突っ張りポールみたいなやつ、おしゃれな人よく使ってると思うんですけど、僕もそれに感化され憧れて導入したドローアラインっていうところの突っ張りポールですね。なんか洒落た突っ張りポールになります。あそこに帽子とかなんかカバンとかちょっとしたものをかけれたりですね、なんかこういった棚みたいなのも別売りのオプションでいろいろ売ってるので、それを組み合わせて自分の好きな形になんかカスタマイズできる感じになってます。
僕はあそこに、霧吹き、観葉植物にかける用の水の霧吹きと、あとその隣があれフェイクグリーンですね。ニトリで買った、一番最初の家の時に買ったニトリのフェイクグリーン、なぜか今もずっと飾ってます。はい、あれがドローアラインの突っ張りポールです。はい、でその隣にずっと見えてる緑、観葉植物が、あれがパキラですね。パキラと、あれはね楽天市場で買いましたね。これも一つ前の家の時、初めて一人暮らしする時に買った観葉植物になります。だからどれぐらい経ってるんでしょう。もう5年ぐらい経ってると思うんですよね。楽天で買ったやつが未だに生き残っててですね、購入当時はもっとちっちゃかったんですよね。もっと小さくて、僕の胸あたりぐらいですね、175センチ前後の身長の胸元ぐらいまで、一番高いところではそれぐらいの高さまで来てますね。はい、これが大きく育った、かつ今もずっと成長を続けるパキラなんですけど、多分これ楽天で5、6千円だったと思います。でずっと5年ぐらい使えてるっていうか、枯らさずに生き残ってるんで、もし観葉植物を探してる方は一回概要欄見てみてください。はい、次はテレビ台ですね。テレビ台、テレビ台がですね、あれも楽天市場ですね。楽天市場で買ったテレビ台になります。確か1万円前後だったと思います。あれも天然の木じゃなくて木目調のタイプのテレビ台になります。その上に置いてるテレビのサイズは、あれがね多分32インチだったと思います。32インチのテレビを置いてます。はい、こんな感じですね。こんな感じのテレビ台になってます。でどうしよう、一番下にちょっと見えてるのが、あれはお掃除ロボットユーフィーちゃんですね。あれはねアンカーだったかな、アンカーから出てるお掃除ロボットだったと思います。あれもね一番安いエントリーモデルだったはずです。そのリモコンで使うタイプの掃除ロボットですね。音声認識とかはできない感じのお掃除ロボットです。割とおバカさんなお掃除ロボットだと思うんですけど、全然使えると思うんで、普通にゴミ吸い取ってくれますし、最低限の機能は備わってる感じなので、僕は今のところあれで事足りてるかなっていう感じです。はい、でその上の棚にあるのが、黒いボックスが、4つあると思うんですけど、ただのボックスなんですけど、あれはね100均ですね。どこかの100均で買った収納ボックスになります。あそこにちょっと細々したものを入れてる感じですね。でそのお掃除ロボットのすぐ上の白い箱は、あれは無印良品の、なんか収納ボックスになります。テレビの奥の両サイドに見えてるのが間接照明、後ろにまた挟んでます。2つですね。間接照明は夜ですね。夜に使うので、また映像をお見せします。そこに2つ見えてる間接照明ですね。あれは楽天市場で買った間接照明になります。でその横におる、グリーン、あれもフェイクですね。一人暮らし始めた当時に買ったフェイクグリーンになります。と横の棚に入っていくんですが、その前に白い物体ですね。白いやつがあれがアイリスオーヤマの、加湿器になります。あれもね割と最近、ここ1年2年ぐらいに導入したと思います。あれとセットでまた後で紹介するんですけど、空気清浄機も別で置いてます。同じアイリスオーヤマの空気清浄機ですね。で加湿器と空気清浄機はマジで置いといた方がいいと思います。そういうのも適度な湿度っていうのめちゃめちゃ大事で、綺麗な空気と適度な湿度っていうのをめちゃめちゃ健康に過ごす上では大事で、年取ってくるとちょっとした変化で結構体調一気に崩れちゃうんで、適度な湿度と綺麗な空気、これを追い求めたらそうそう風邪はひかないと思います。普通に家で過ごしてて、朝起きて当然喉がガラガラになってることもなくなりますし、加湿器と空気清浄機は、一体型になってるやつもあると思うんで、これはね揃えた方がいいと思います、個人的には。でその横の棚になるんですけど、棚シェルフっていうのかな、3段の棚になってるんですが、あれも楽天で買った棚になりますね。あれも、天然の木じゃない木目調のタイプの棚になってます。あれいくらぐらいだったかな、あれも2万円以下だったと思います、確か。はい、こんな感じの伝わりにくいとは思うんですけど、木目調の、天板板になってるんで、天然の木ではないです。これもね結構安っぽくないんで、結構気に入って使ってます。はい、でちょっとさっき言い忘れたんですけど、テレビ台の木目調の感じですね。テレビ台に関してはこんな感じです。こっちはちょっとプリントっぽい感じになってるかもしれないです。横の棚に比べたら
若干チープ感はあるかもしれないです。こいつですね、テレビ台。こっちは若干チープな感じはするかもしれないです。でもまあ全然部屋の雰囲気には合うかなっていう感じではあります、今のところは。はい、じゃあこっちの棚ですね。はい、まず一番端に見えてるのが、あれがルームフレグランスディフューザーっていうのかなになるんですけど、あれがね、なんだ、モダンノーツっていうところのルームディフューザーになりますね。これですね、モダンノーツのルームディフューザーになります。匂いが確かシャンパーニュってやつだったと思います。はい、ちょっと棚の上の小物みたいなやつはちょっと紹介せずにいこうと思います。紹介できるものをちょっと紹介するんですけど、このエジソンライトですね。エジソンライトなんですけど、これ間接照明なんですけど、これは Amazon で買ったエジソンライトになります。これね、電球と本体多分別売りだったと思うので、気になる方はちょっとしっかりチェックしてみてください。で、その横にある棚、アクセサリーケースになると思うんですけど、これがですね、山崎実業のアクセサリースタンドだったかなになります。3段のアクセサリースタンドになります。なんか細々したアクセサリー入ってます。ここからまたちょっとざっくり紹介していくんですけど、あそこに見えるのが防湿庫だ。カメラ機材とか入れてる防湿庫になります。湿気に弱いものをあそこに入れてる感じになります。撮影機材とかで、その隣にあるあのボックスが、あれがですね、あれは IKEA で買った収納ボックスみたいな感じになります。あの中に細々したもの入れてます。でその横のこの棚っていうのかな、これは、IKEA で買った棚になります。あの中に123 6段の棚、あそこにも細々した書類とか入れてる感じになります。でその上にあるあのスタンドがですね、これですね、これがですね、クイックルワイパーのスタンドになります。こういったクイックルワイパーですね。これを入れておくスタンドになるんですけど、これは山崎実業で買ったほんとそのままクイックルワイパースタンドだったと思います。なんか黒の感じがシックでかっこよかったんで買ってみました。山崎実業のクイックルワイパースタンド、あそこに置いてます。棚に関してはもう一応終わりなんですけど、最後一番下にはバックパックが2つありますね。こっち左側はピークデザインっていうところのトラベルバックパック45リッターになります。結構でかいバッグですね。がっつり入る、旅行用とかのカバンになります。こっちはカメラバッグですね。カメラバッグ、撮影とか行く時に使ったりする用のバックパックになります。その横のオレンジのやつがなんか筋肉剥がせるよってやつだったかな。なんかこういう筋膜リリース、筋膜ローラーみたいな感じのやつですね。ボコボコしたやつで、腰とか背中とかお尻とか足とか、なんか体の背面とかですね、この上に寝転がってなんか筋肉をほぐす、剥がすみたいな感じで、結構凝り固まってる時とかにね、これ使うと結構効くんで、ちょっと悩んでる人これ買ってみたらいいかなと思います。ただね、オレンジでちょっと他にも色あるんかな、オレンジでちょっと主張が強いっていうのありますね。これはAmazon で買ったと思います。はい、あそこの棚に関しては以上になります。ほんとざっくりでしたけど、あっちのちょっと横の部分にバックパックかかってるんですけど、あれは紹介しないんですけど、ウェクスレイのバックパックですね。別の動画で紹介してるんで、気になる方はチェックしてみてください。はい、じゃあ次あっちのデスク側に行きましょうか。あっちの方を紹介していくんですけど、紹介するのあっち多分多い気がする。はい、まずこのデスクなんですけど、デスクこっちもね自分で作りました。天板と足組み合わせてっていう感じですね。こっちの天板はネットでマルトクショップっていうところで、木材を専門に扱ってる会社サイトなのかな、そこで天板を、幅とか、厚さとか全部、オーダーしてっていう感じですね。オーダーで天板を発注して買いました。天板の木材がですね、アカシアっていう種類の集成材で作られた天板になります。この天板も、自分でヤスリかけて、オイルとか塗ってっていう感じで仕上げた天板ですね。結構良くないですか。この下のデスクの足が、これも Amazon で買ったさっきのセンターテーブルの時に買った多分足と同じ種類だったかな。それの長さが違うタイプを購入したんで、これも Amazon で買ったと思います。そのままデスクの下お見せするとこんな感じになってます。デスクの裏に LED のテープライトを貼ってる感じですね。これもいろいろ色変えれてですね、基本的に青にしてるんですけど、
青にするとなんか集中力が上がるみたいな感じのなんかを見た気がするんで、僕は大概青っぽい色で、作業とかしてます。でこのケーブルがごちゃついてるところですね、全てのケーブルをだいたいここでまとめてくれてるやつなんですけど、そのままケーブルトレイみたいな感じのやつですね。あれもデスクに直接打ち込んでというかつけてですね、ケーブル関係はあそこにぶち込んでる感じになります。あれも Amazon で買ったと思います。確か気になる方はちょっと見てみてください。でデスクの足元には今は冬場で寒いんで、足元にヒーターを置いてるんですが、これですね、このヒーターですが、これはヤマゼンですね。ヤマゼンのちっちゃいヒーターです。これ楽天で買ったと思います。多分3000円しないかそれぐらいだったと思います。普通に、めちゃめちゃあったかい暑いぐらいなんで普通に使えてます。足元ヒーターをお探しの方は使ってみてください。はい、でこのデスクの足の部分につけてるティッシュカバー、ティッシュなんですけど、これマグネットでつくタイプのティッシュカバーになっててですね、こんな感じでマグネットがついてるタイプのティッシュケース、ティッシュカバーになるんですけど、これは、山崎実業のティッシュカバー、ティッシュケースになります。これ僕が使ってるのは、ソフトパックのティッシュのタイプのサイズになるんで、箱ティッシュ使ってる方は多分そっちのサイズあると思うんで、サイズが2種類あるのでちょっとそこは気をつけて買うとき見てみてください。そんな感じの山崎実業のティッシュカバーケースです。はい、ちょっとデスクとデスクの下の部分はそんな感じになってます。で次どうしようかな。椅子にしますか。椅子、デスクチェアにしましょう。はい、デスクチェアがエルゴヒューマンプロ、エルゴヒューマンのワーキングチェア、デスクチェアになります。あれ使う前まではなんか IKEA の普通の5000円ぐらいの普通の椅子使ってたんですけど、いかんせん腰とケツが死んでしまうというところで、自分の体のことなんで、長く使っていくものに関しては多少の出費は惜しまないっていう価値観なので、あれを買ったんですけど、あれ確か10万前後しますよね。エルゴヒューマンデスクチェア。僕はあれ楽天市場で買ったと思います。どっかでね試して座ってみて良かったんで、楽天市場の方で正規取扱店があったんで、そこで買いました。ポイントとかも使えばちょっとはお得に買えると思うんで、考えてる人はちょっと検討してみてください。そうだ、デスクの横に置いてるワゴン、 IKEA の定番のワゴンですね。あそこにすぐ使うもの、小物とか結構ぶち込んでる感じになります。ワゴンは定番ですけど何かと便利ですよね。キッチンワゴンだったかな、正式名称。何でも使える感じのワゴンなんで、僕はあそこデスク横に置いてる感じになります。でその横に置いてるのが空気清浄機ですね。あれもアイリスオーヤマの空気清浄機になります。ちょっとコード類がごちゃごちゃして汚いんですけど、これですね。これアイリスオーヤマの空気清浄機になります。普通に空気きれいにしてくれてると僕は思ってます。あれも1万円前後だったんじゃないですかね。コスパはいいんじゃないかなと思います。今のところ不具合なく使えてるんで、僕はあれで十分です。はい、これデスクなんですけど、デスクの周りの関係のものはちょっと今日は紹介はやめとこうかなと思います。ざっくりしたの紹介すると、クソでかいモニターは、デルの 4K の32インチかな、31.5インチのモニターです。あれに、僕普段 M1MacBook Air を使ってるんで、あれをちょっと外部出力して家にいる時は大画面でいろいろ作業するっていう感じです。また細々したものはデスク紹介みたいな感じで紹介していこうかなと思ってます。デスク側の方を映すとこんな感じになってますよと。もう普通の 1K の四角い部屋です。今テレビ側の壁からちょっと映していくとこんな感じですね。別に広くない部屋です。狭いです。 1K8.5 畳とか9畳未満の部屋になってます。いかがでしょうか。そうだ、天井の照明に関しても変えてますね。あれも楽天市場で買ったなんかシーリングライトかな、4つついてるタイプになります。電球は別売りなので、気になる方はチェックしてみてください。はい、とりあえず日中の感じはこんな感じですね。また夜の映像を
お見せすると思うんで、そっちもチェックしてみてください。はい、ちょっと夜まで待とうと思ったんですけど、もう日中の間に夜の感じも撮りたいと思います。ご了承ください。夜になったらだいたい間接照明で僕は過ごしてるんで、普通の照明だとさあ電気つけてだいたい日が落ちて9時ぐらいまではこの上の照明で過ごしていることが多いです。でこっからだいたい9時ぐらい、9時以降になると上の照明は消して間接照明で過ごす感じになります。じゃあアレクサ様にお願いしようかな。アレクサ、夜はこれぐらいの明るさで過ごすことが僕は多いです。上の照明は消して、間接照明だけで過ごす感じになります。テレビの後ろの間接照明2つとあそこにあるエジソンライトがついてですねって感じですね。で今ちょっとデスクのところをつけてるんですけど、ここも作業すること多いんで大概ついてること多いです。こんな感じで。あとはあそこのベッド横の IKEA の照明もつくようになってます。はい、これがだいたい夜の部屋の感じになります。デスクのところが、消えたらもうちょっと暗くなる感じですね。どうでしょうか。これぐらいの明るさが夜は過ごしやすくないですか。落ち着くし。はい、ということでルームツアー的なやつしていったんですけど、どうでしたか。何か参考になるものはありましたか。参考になるものはないか。僕の間取りが 1K8 畳前後の部屋なんで、比較的賃貸物件で多い間取りやと思うんで、一人暮らしでねよく住みそうな賃貸物件の家に住んでるんで、なんかちょっとでも参考になってればなとは思うんですが、紹介したアイテムとか全部概要欄に載せてるんで、そこから見てもらえればなと思います。もっと広い家に住みたいもんですね。はい、それは常々思ってます。はい、そんな感じで今日の動画は以上になるんで、気になったものあれば全部概要欄貼ってるんでチェックしてみてください。参考になったとか何か良かったって方はいいねとチャンネル登録してもらえるとありがたいです。じゃあ今日のところはこんな感じで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。